こんにちは、ゆうすけです。今回はクワッドコーテックスの MIDI 機能のご紹介をしていきたいと思います。もともと、MIDI 機能については搭載はされていたんですけど、フットスイッチに対して MIDI が12個アサインできるようになったということで、他のこういった MIDI 機器との相性というか利便性ですね、ここがかなり飛躍的に向上しました。今回の動画ではクワッドコーテックスを使って他の機材の MIDI 機器を操作していこうと思います。結構 MIDI って聞くとちょっと難しいっていうイメージがまだまだあるかと思うんですが、他の MIDI 機材とも全然応用ができますので、是非最後までご覧いただければと思います。MIDI を設定するにあたって必要なものを紹介していきたいと思います。MIDI を接続するにあたってこちらの5ピンの MIDI ケーブルですね。こちらの MIDI ピンのケーブルは楽器屋さんとかに普通に売っています。今回の場合はクワッドコーテックスで MIDI を送信しますので、 MIDI アウトから今回はこちらのタイムラインの方の MIDI インの方に接続をしてください。2つ目ですね、必要なものが MIDI マップになります。言い方はいろいろあると思うんですけど、だいたい操作したい機材のホームページとか、あとはマニュアルの方の最後の方のページに載っていることが多いですね。例えば今回の場合、タイムラインをオンオフするとかプリセットを変えるとか、そういったことをしたいとなった場合に、このミディナンバーを送ってくださいっていうマップ表みたいなものがですね、だいたいマニュアルとかの最後の方のページに載っておりますので、そちらをお手元にご用意ください。3つ目ですね、ものというよりはミディで何がしたいかというところですね。やっぱこういったデジタル機器なのですごくできることが多いんですけど、もうここはシンプルに MIDI を使ってどういったことがしたいかというですね、まず設定する前に自分の中でイメージしておくことが大事です。この右上の3つの点線をまずタップします。スクロールしていきますと、こちらプリセット MIDI アウトとありますね。こちらをタッチします。こちらの画面ですね、プリセットそのものに MIDI のアサインやこの8つのフットスイッチ、ここですね、このフットスイッチに対しての、MIDI の設定、接続したエクスプレッションペダルへの MIDI 設定という画面表示になっています。今回は分かりやすく解説していきたいので、フットスイッチに対して MIDI を設定していければと思っています。まずはプリセットチェンジの方から解説をしていきます。プリセットチェンジ PC というふうに略されることが多いですね。今回このストライモのタイムラインですと、1つのプリセットに A、B と2つの音色が入っているような形になっています。クワッドコーテックスで選択できるように設定してみたいと思います。まずは、お手元の方にタイムラインの MIDI マップの方をご用意ください。 PC0 番から1番2番3番というふうに上がっていくにつれて、タイムラインの方もバンク0番から順番に AB、バンク 1AB、バンク2番 AB というふうに上がっていきます。 PC の設定はかなり簡単です。まずはじゃあこの A、B、C、D にこちらのバンクのプリセットを順番にアサインしていきたいと思います。アサインする場合はフットスイッチ A をタップして、こちらタイプというところですね、一番上で大丈夫なのでタップします。すると MIDI の種類がいくつか表示されるんですが、今回はプリセットチェンジをしてみたいので、この PC という項目をタップします。はい、チャンネルとバンク CC0、32、プログラムという4つの項目が出てきました。今回触る部分に関してはこのプログラムという部分ですね。で、このチャンネルという MIDI の信号も実は重要なんですが、ここについては後ほど他の MIDI 機材と組み合わせた時に解説をしていきたいと思いますので、今回は1番を選択しておいてください。では説明書通りにですね、プログラムの方設定していきます。0番でタイムラインのバンク0の1番が、選択されるはずですね。はい、どんどん順番に設定していってみましょう。はい、プリセットのナンバーをこの4つのボタンにアサインしてみました。こちらから PC0、1、2、3番ですね、音を出しながらですね、変わったかどうかチェックしてみたいと思います。
これが、MIDI PC ですね。プリセットチェンジナンバーという機能になります。続いては CC コントロールチェンジという MIDI の設定についてご紹介をしていきたいと思います。 PC で音色をガラッと変えていきましたが、 CC の場合はタイムラインのオンオフをしたりとか、タップを外部で操作したりとか、こういった1機能をこちらの違う機材のフットスイッチに割り当てるような時によく使う信号になります。 E の部分にタイムラインのオンオフ H のフットスイッチにタップの方を割り当てていきたいと思います。ではプリセットの MIDI アウトを開きまして、ここですね、 E の部分をタッチします。先ほど PC を選びましたが、今回は CC という方を選びます。タイムラインのオンオフ、バイパスの機能については CC ナンバーの102番ですね。なのでこちら102番を選択します。ナンバーとバリューという数値が必要になります。バイパスオンにするのかオフにするのかというより詳しい設定がこのバリューの方で設定する必要があります。説明書の方を見ますと、オンにしたい場合はですね、127番をこちらに設定します。こちら、これでチェックマーク。 E のボタンを押すとこちらですね、ボタンがオンになりました。ただこの動作を見てちょっとあれと思った方もいるんじゃないでしょうか。今ですね、オンの設定しかここにアサインしてないので、オフができません。取扱説明書の方にオフにする設定がバリュー0とありましたね。例えばこの F のフットスイッチに、はい、同じように CC と102番0番でチェック、 F のボタンでオフ、 E のボタンでオンというふうに設定ができました。こういった設定もできますし、例えば1個のボタンでオンオフをしたいという場合はですね、先ほどこちらタイプのとこに CC トグルという項目があります。こちらを押してですね、同じようにバイパスの MIDI CC ナンバーを割り当てて、こちらですね、2つのバリューが割り当てることができます。オンが127番、オフが0番ですね。1つの項目に2つ割り当てることができました。こうすることによって、はい、1つのボタンでオンオフができると。独立してオンとオフを分けてもいいと思いますし、1つのボタンで実機のタイムラインと同じようにオンオフをするような設定をしてもいいですし、ご自身のやりやすい方を選択していただいていいと思います。続いてはタイムラインのタップ機能についてですね。タップ機能も CC のナンバーが割り当てられています。 H のボタンに割り振っていきましょう。同じように CC、 タップは93番ですね。選択して、バリューについてはこれは指定がないです。なので0番でもいいですし、何番でもいいです。押すタイミングによってこのタップの方が点滅してくれていたと思います。はい、では最後にですね、操作したい MIDI 機器を複数接続した場合ですね、こちらの設定の方法について説明していきたいと思います。クワッドコーテックスの MIDI アウトからまずタイムラインの方の MIDI にインプットしてます。そしてタイムラインの MIDI を経由してナイトスカイの方に接続しています。この場合何が起きるかというと、今ですね、タイムラインに対しては思い通りに設定ができてるんですけど、例えば102番がバイパスのスイッチだったと思います。ただ他のメーカーとか、今回の場合はストライモンと同じメーカーになりますけど、同じ102番がバイパスのMIDIの機能になりますので、タイムラインだけにMIDIを信号を送りたいのに、そのままナイトスカイが反応してしまうんですよね。タイムラインだけオンオフしたい、ナイトスカイだけオンオフしたいという場合に、先ほど省いたんですけど MIDI チャンネルという設定が、必要になってきます。実はですね、もうタイムラインとナイトスカイそれぞれMIDIのチャンネルを別々に設定してあって、こっちはチャンネル1番、ナイトスカイはチャンネル2番というふうに設定してあります。はい、チャンネル全部1番にしていたと思うんですけど、1番に設定したタイムラインにしかこのMIDI信号がいかないようになってます。厳密に言うとナイトスカイまでこのMIDIチャンネルいっちゃってるんですけど、チャンネル1番ではないので反応しないです。じゃあナイトスカイにMIDIの操作をしたいという場合はですね、このチャンネルを2番に変えていきたいと思います。 G のボタンに対してナイトスカイのバイパスの設定をしていきたいと思います。タイプ CC トグル、チャンネルをナイトスカイの設定した2番、ここを102番チェック。はい、それぞれ動作することができました。
このようになってしまって、こっちだけ動かしたいのにこっちまで一緒に動いてしまうっていう現象が起きてしまいます。はい、いかがでしたでしょうか。今回はミディについてご紹介をさせていただきました。今まではプリセットごとにしかミディの設定ができなかったんですかね。今の時代同期とかと連動したりとか、いろんなミディ機材を使用して演奏したりするっていう機会がすごく増えているので、こういった機能はかなりありがたいんじゃないかなと思います。よりこのミディの機能を使ったですね、連携とか拡張的なところをですね、よりピックアップしていきたいと思いますので、ぜひ斬新レコーズチャンネルの登録よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。それでは。